皆さんこんにちは、リムです。今回はベトナムホーチミンへの旅を Vlog にまとめました。忙しい日々を離れて呼吸を整えたい、そんな思いでいた旅なので、王道の観光地巡りより雰囲気のいいホテルやカフェ巡り、時々絵を描いたり、そんな風に過ごした時間を皆さんとシェアしたいと思います。よかったら一緒に行った気持ちで見ていってください。実はホーチミンへの旅は前回挙げている韓国よりも前に訪れた旅の記録です。深夜便のいいところは寝ている間に移動できてしまうこと。東京からホーチミンまでは6時間半ほどでした。初めての東南アジアの空気にドキドキしながらも現地気分を味わいたくて早速フォーのお店にやってきました。地元の人がたくさん出入りするお店で早速フォーをいただきます。お肉たっぷり。日本では全然見ないような量のトッピングが来てびっくりしました。旅先から日本へ手紙を送るのが好きなので郵便局に行きました。このボックス何かわからないんですけど、ミッションインポッシブルに出てきそうだなって思って眺めてました。この旅のテーマは気ままになので、気の向くままに目についたカフェに入っていきます。マローはベトナムで有名なチョコレート屋さんの一つです。ここで飲んだ塩味が効いたラテ、美味しかったな。雨宿りをしてベトナム式のホットストーンを使ったマッサージに来ました。これほんと最高です。今回の旅は一泊ずつ別のホテルに泊まりました。お部屋にはミニキッチンがあって、一人には十分広いベッド、あとは湯船もありました。でも素材が石なのでお湯を張っても少し冷たかったです。夜ご飯にはバンカンクワ14というお店にやってきました。バンカンクワというのはカニなど魚介の出汁が効いたスープでタピオカで作られた太いもちもちの麺をいただく料理です。初めはドキドキしていたベトナムもなんだか心地が良くなってきました。2日目の朝は快晴でスタートです。ホーチミンでの観光でほとんどの人が訪れるであろうタンディン教会にやってきました。青空に映えるピンクの教会は確かに可愛かったんですが、やっぱり私はあんまり観光マインドではなかったので、外からさっと見学させていただいて次の目的地に向かいました。私の過去の動画を見てくださった方はゴッホに目がないことをご存知かもしれません。ホーチミンに行くと決めた後、Google マップを眺めていてたまたま気がついたんですが、ホーチミンにあるショッピングモールの中でゴッホとモネをテーマにした展示がやっていました。すごく密度の濃い展示というわけではないのですが、ゴッホとモネの世界観が随所に表現されていました。光、音、映像を使ったインスタレーションは想像力をかきたてられました。この糸杉が動くシーンはすごく好きで、ゴッホに見えてた世界はこんな風かなって想像したりして、私が買ったチケットには A4 で絵が描ける特典がついていました。あまりよく読まないでチケットを買ったのでびっくりしたんですけれど、
大好きなゴッホの世界に浸った後だったので、何年かぶりの創作活動を行いました。もっとも下にガイドラインがあるのでほぼ塗り絵です。だけどどうでしょう、なんとなくいい雰囲気かなって。自画自賛かな。絵の題材は何種類かあったんですが、私は迷わずこのローヌ川の星月を選びました。南仏のアルルで見たこの景色がとても懐かしい。思いがけずベトナムに来てもゴッホは私に素敵な経験を与えてくれました。2泊目のホテルに向かいます。ホーチミン市のターディエン地区、日本人の方も多く住むそうです。少し奮発してホテルの最上階にあるこの景色を独り占めできるお部屋を予約してみました。この日は昨日と気分を変えてちょっと良さげなレストランに入ってみました。せっかくなのでサイゴンの名のついたビールをいただきました。スルスル飲める飲みやすいビールでした。大好きなパッションフルーツのジェラートを発見。ベトナムに来てなんだか少しだけ呼吸がしやすくなったような、そんな気がしました。東京では毎日仕事に追われて期待に応え続けることにちょっと疲れた。私このままでいいのかなって、そんなことを考えて自分のことがちょっと嫌になって、そんな時って皆さんありませんか？だけど完璧じゃない自分も自分だよなって。私にとって旅に出ることは蓋をしがちな自分の心に耳を傾けて呼吸を整える大切な時間だったことを思い出しました。3日目の朝、あっという間に最終日ですが、帰国便は夜11時半ごろ出発なので、丸1日たっぷりホーチミンを満喫したいと思います。旅行の最終日になってやりたいことがどんどん出てくるこの現象に名前をつけたいです。ベトナムに来て竹内まりやさんのレコードに遭遇するとは思いもよりませんでした。クリームがすごく滑らかでこんな風に伸びたりして、どんな味がするのかなと思ったら少し塩味を感じるカスタードクリームって感じでした。ホテルのすぐそばにあるフレグランスショップに立ち寄りました。マッサージオイルや石鹸、ルームスプレーもその年をイメージした香りのようです。アムステルダムは確かに懐かしい感じがしました。お目当ては香水です。この旅のことをまた思い返せるような香りを選びたいと思います。選んだ香水はお部屋に戻って紹介します。
このホテルもそうなんですが、ベトナムは少し甘いレモン系の香りのイメージがあって、そこにシダーウッドとハーブが効いたこの香水を選びました。思わず深呼吸したくなる、そんな香りです。ホテルをチェックアウトしてベトナムで有名なイタリアンのレストランに行きます。ホーチミン発祥で、最近東京の麻布台ヒルズにもお店がオープンしたんだとか。東京だとなかなか予約が取れないそうですが、こちらのお店は前日だったかなの予約でも何時だったら大丈夫でした。注文は QR コードから。やっぱりピザを食べないと思ってハーフ&ハーフでシーフードのトマトソース系ピザと、あとはホタテが乗ったガーリック系のピザを食べました。パッションフルーツが印象的なカッサータも美味しかったです。路線図はすごくわかりやすいです。調べてみたらホーチミンのメトロは日本の支援で完成したみたいです。電車のしつらいは正直日本とそっくりなんですけれど、でも電車で寝てる人とか携帯をずっと触ってる人がどんどんいなかったかな。ビンコムセンターは中心部にある大きなショッピングセンターです。お目当てはチャールズ&キースの姉妹ブランド、ちょうど買い替え時だったお財布をゲットしました。やってきたのはまたフレグランスショップです。このお店では自分の好みの香りを伝えると、店員さんおすすめの香りを提案してくださいます。そして選んだ香りを瓶に詰めていただくんですが、なんと直筆サインなどオリジナルのラベルを仕上げてくださいます。これはその制作過程です。出来上がった香水はこの動画の最後に。私は旅行しながら Google マップで行きたいお店を探すのが好きなんですけど、先ほどのフレグランスショップもこのカフェも前日の夜に見つけてマークしていました。ソルティッドとつくものに私は目がないようです。ちょっとメニュー名を忘れちゃったんですけど、このチョコキャラメルみたいなのが乗ったラテと、あとはソルティーチョコレートクッキーをいただきました。これがめっちゃ美味しくて、家の近くでも売ってほしい。旅の最後に弾丸でフェットスパを予約しました。これもベトナム式なのかな。深夜便で帰るので綺麗に洗髪していただけて、とても気持ちが良かったです。大充実の2泊3日、ホーチミン旅の最後を締めくくるのはランドマーク81でのバータイム。この街に来て人が生きるエネルギーとか呼吸をするっていう感覚とか、なんだかそういう根源的なものを思い出したような気がします。Over the water, I swam over and under. Get lost in all the